盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷養成4代目北谷隆一です。今回のテーマは植え替えで初心者がやってしまう失敗3選、3つ選びましたということなんですけども、植え替え結構難しい作業なんですが、その中、いろんな気をつけることがある中でも特にやりがちなというか、特に気をつけた方がいいんじゃないかという失敗例をお知らせ説明させていただこうと思います。はい、じゃあ早速いきます。ドン。タイミングが早すぎるということなんですけども、何のタイミングが早いかと言いますと、植え替えがだいたい黒松でいうと 3,4 年に1回ぐらいで、五葉松が4、5年に1回。五葉松の方がちょっとね間隔空けた方がいいんですけども、根がそんなすごいスピードでいかない分黒松ほどで、それぐらいがちょうど木に対してもいい間隔なんですけども、これちなみにここにある子が植え替えして2021年の春に植え替えた子なんですけども、まだそんなに目切りしてないんですね。黒松ですけど目切りしてないけど、目切りしてないのがわからないぐらいというかボーボーになってないです。それだけ根をしっかり切って、弱ってるから、これぐらいになってると。だからこういう状態で、なるのに、植え替えをしょっちゅうしてしまうと、あんまりよろしくないと。正しい感覚で、そうですね、この子なんかはもう4年ぐらい経ってるから結構ここもカチカチで、こっちはサラサラさんに比べて、ここもカチカチで、根のねこの砂を止める網が底網があるんですけど、底網がね、ちょっと分かりづらいんですけど、植えてすぐピタッとなってるんですけど、植えてしばらく経つと根が間に入ってきてね、底網がちょっと浮いたような感じになるんですね。そうなってきたらもうさっさと植え替えした方がいいよっていう、そういう感じです。はい、これがタイミングのお話。これがタイミングが早すぎない方がいいですよということです。はい、で次が2つ目がよいしょ、良くない症状の改善イコール植え替えかなと、はてなマークつけてるんですけども、おかげさまで YouTube させていただいていろんな方とお話しする機会が増えたんですけども、枯れるとこうよく枯れるみたいな話も聞くんですが、その中一例として植え替えをしょっちゅうされる方がおられるんですね。さっきもタイミングの話しましたけども、植え替えをして、植え替えする時か、まずちょっと症状が良くないから植え替えをしましたと、ここまではまだどんな症状かによって植え替えがほんまベストかどうかわからんのですけど、とりあえずはいいんですけども、その後また植え替えしてそうですね、タイミングで言ったら3、4年に1回が黒松ベストなんですけども、1、2年ぐらいわずかな期間しか経ってないのにまだやっぱり症状が悪いからもう一回植え替えしてみようみたいな、そんな話を聞いたことがあるんですけども、植え替えはその症状を改善するための方法ではあるんですけども、ベスト、その常に症状を改善するものイコール植え替えではないんですね。だから、この症状が悪いのは例えば水のやりすぎやらなさすぎだったりする場合もあれば、害虫にやられてるとか菌にやられてるっていう場合、要は症状の悪い場合いろんな例がありますね。切りすぎたとか、切りすぎもない、いろんなケースがあるけども、それを特効薬かのように植え替えを使うのはちょっとやめた方がいいですよという、植え替えはやっぱりそうですね、水はけが悪くなった、3、4年に1回の植え替えがええとは言ったけども、その中でもそこを待たずしても植え替え、水はけが悪いから植え替えみたいなのもあるんです。そういう時はちょっとその根をあんま切らずに大きめの鉢にやったりとか、気をつける植え替えなんかになるんですけども、通常の植え替えをその症状の改善、人間で薬のように使うのはあんまりよろしくないかなと。やっぱ根を切るっていうのはかなりダメージになることなんで、はい、だから
そうですね、植え替えはやっぱりその根が充満してきたのを戻すとか、水はけが悪いのを戻すという程度にとどめておいた方がいいかなとは思います。はい、じゃあ最後3つ目、根をきちんと固定できてない。これは植え替えの作業の中での話なんですけども、この鉢に例えばこの木をそのまま置いただけだと、多分こう押したら多分すぐ木がポロンと転がり出ると思うんですけども、これ押しても全然鉢にくっついて何ともないのは、ここに針金で固定してるんですね。この木だと2本留めてるんですけども、大体やっぱ最低針金は2本、こことここと2本留めてるんですけども、2本留めた方がよく止まります。1本だけだとやっぱちょっとグラグラしやすいんで、これをしとくことによって、風なんかとか、不測のちょっとなんか当たったとかいう時にこの植え替えた状態がそのままで折ってくれるから、止めるべきだという。風とかでもね揺れてね、この砂と根が擦れ当たって傷がついて、そこから悪くなるみたいなのもあるんで、この針金きちんと固定できてない。針金を固定するだけだったら誰でもできるんですけども、きちんとというのが意外と難しくて、ちゃんとこのどう押してもグラグラしない、これぐらいこうキュッとね、ここ針金ちょっと見えづらいんですが、こっちだったら見えるかな。こここれ切れてるわ。これ古いからもう切れてますけど、もうこうやってねねじった跡があるんですね。この針金、こっちとこっちの針金を止めてここでねじってるんですけど、これをちゃんとキュッとねじないと固定されません。これが結構うちで植え替え体験みたいなのしてみてくれた方の見よったら、もうグスグスでキュッと締まってないんですね。これをちゃんと動かない程度に、だから締めた後にちょっとこう動かしてみたらですね、こうやってねちゃんと止まってるか、もうこれぐらい止まってたらもう合格です。ちょっと動くぐらいだったらまだでもグラグラはもう絶対ダメですね。はい、これができてないとやっぱ状態が悪い、枯れるというふうにつながっていきます。はい、大体これが植え替えの、初心者さんがやってしまうミスやってしまう失敗、3選ということなんですけども、慣れた方でもね無意識にやっててこれを忘れたらよくないと思うんで、慣れてる方でも今一度植え替えする時はこれを念頭に置いて植え替えしていただけたらいいかなと。だから結構危ない作業なんで、うち北谷養成に限ってはちょっとうちで買われた方限定なんですけど、植え替えタダでしますよと言ってるんですね。それは何でか言ったら植え替えが結構難しいからなんですね。今の失敗をちゃんと押さえとけばできんことはないんですけど、意外とね難しいんで、分からん時はお近くのプロなり、僕にうちに来てもらうなり詳しくお教えしますんで、植え替えはね、はい、だからそれぐらい危ない作業というので気をつけて皆さんもご自宅で植え替えしてみてください。じゃあ本日は以上です。高松の盆栽園北谷養成園北谷隆一でした。チャンネル登録お願いします。